どうもこんにちは、西山幸宏です。今日は外野手センター編をやっていこうと思います。その中でポイントを4つにしました。1つ目がゴロフライの取り方、2つ目がポジショニング、3つ目が間の掛け声、どう取るかどう任せるかっていう掛け声、4つ目が送球、どうやって強い球を投げるかについて説明していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあランナーなしの場合、基本的に外野手後ろがいないんでしっかり止めるようにしましょう。膝をついてもいいですし、しっかり正面で内野と同じような感じで大事に次にランナーが1塁、もしくは2塁3塁にランナーがいる場合、次の進塁させないためにもしっかり外野手独特の取り方、右足前左足前それぞれあると思います。僕は右足を前にして右足の横で取るようなイメージでこの位置で取ってます。メリットとしては右足が前に来るとイレギュラーでした時に後ろでも取れる、前でも取れるのがメリット。左足が前になるとどうしても後ろだと腰が切りにくく窮屈な体勢になって反応がしづらいんで、右足前で右足の横で取るようなイメージ、基本が、跳ねたら後ろ前という動きを入れてあげればすごいスムーズにいけるかなと思います。はい、続いてフライの取り方です。基本的には右利きなら左肩の前でグローブをしっかり立てる、こうならないように落としてしまう、このグローブの腹に当たってしまう原因はやっぱ横を向いてたりする人が多いので、しっかり立てて左肩の前で90度を作るようなイメージで取ってください。グローブをしっかり立てる、これだけで全然フライの取り方もう見た目の綺麗さとかも変わってくるんで、この場合はランナーを追ってもいなくても基本的にはこの取る場所は一緒で、補足として次の送球に持っていきやすい、早く投げたいなって方は正面を向いて取るんじゃなくて少し横を向きながら取ってあげると速いクイックの投げ方にできます。もう一回いきます。体を横向きでしっかり正面でこう取る、これは次の動きに入りやすいのでこういう取り方をしてあげれば、近い距離などクイックスルーで投げたいなって時に使えます。基本的には正面でしっかりまずは取ること、フライなのでしっかりアウトを1つ取るのを意識していきましょう。ではポイント2のポジショニング、センターは基本的に見やすいポジションなんですけど、1シーンだけ見にくい場面があって、ランナー2塁の時にどこに守ればいいかっていうのがよくあるんで、それも簡単に説明しながらやっていきたいと思います。後ろからの画面で僕が守っているのは基本的に、あそこがセカンドベースなんですけど、セカンドベースより右側に立って、基本的にはここ、ほとんどのバッターで基本的にここにいます。正面、真後ろに立つとピッチャーとかぶって見えなくなっちゃうんで、そこは右に置けるということで、僕は右にしています。でランナーいる場合も1塁とか3塁とかになっても基本的には変わらず、前後は状況によって変えるんですけど、左バッターのスラップが多いなと思ったら前だし、右の満振りしてるバッターがいれば後ろに下がる、その時にも左右レフトライトにもしっかり声をかけながらこっちに寄るよとか言ってポジションを決めています。ただ最初に言ったんですけど、ランナー2塁の場面になるとどうしてもピッチャーが投げた球に対してランナーがかぶってしまうことが多々あります。結構悩んでる人も多いと思うんですけど、その時は僕はランナーのスタートの速い人遅い人っているんですけど、ランナーが速い人であれば多分そのままのピッチャーちょっと右ぐらいでも投げたボールは見えます。
その時はこの位置にそのままいるんですけど、スタートが少し遅い人などはすごくかぶってどこにボールがいったかわからない状態ぐらい見えなくなるんで、その時は右バッターの場合は右、いつものポジションより1メートルぐらい右に守ってランナーがかぶらないようにします。で左バッターの場合は逆でライト寄りに、これはランナーがいないんで右にしか、ベースよりちょっと左、右の反対、普段守っているポジションの反対ぐらいベースをまたいでぐらいで守るようにしています。はい、じゃあポイント3の間の掛け声ってことで、右中間左中間の掛け声、チームで決め事を僕たちはしています。基本的にお互いがオーライといえばセンターボール、そういうのを決めておけばぶつかることもなくプレーできると思います。あとランナーがいた場合、ランナー二塁とかになると、センターよりライトの方が投げやすい、レフトよりセンターの方が投げやすいっていうのもあるんで、その辺もしっかり決めて声かけをしていけばスムーズにカットプレーなどできると思います。実際にやっていくんで、見てください。まずはランナーなし中間の声の出し方をします。オッケー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 。次はランナーなしの右中間のフライの声の出し方をします。オッケー。任せた。次はランナー一塁や二塁などランナーがいる場合の右中間のゴロの声の出し方をします。オッケー。今のはセンターボール、右中間なのでどっちでもいいんですけど、ランナーが一塁や二塁の場合はセンターが取って投げる体勢が少し窮屈になるんで、ライトに任せるという形に僕たちはしています。ライトは取ってそのまま投げれる体勢に入るので、ライト優先をお勧めします。次は左中間のゴロフライをやっていきます。右中間との違いは、ランナーがいる場合、いないときはもう中間と一緒でライト、レフト、声の出した速い方が取るんですけど、ランナーいる場合の左中間、レフトは基本的にはセンターボール、ライトの場合はライトボールなんですけど、基本的にはセンターボールで取るということで、実際やっていきます。ランナー一塁の左中間の声かけをします。オッケー。ランナーありのフライ、左中間の声出しのこうやっていきたいと思います。オッケー。任せた。はい、最後にポイント4、送球について。皆さん肩強い弱いで結構悩んでる人もいると思いますが、この動画を見てレーザービームを覚えてください。その投げ方について今から軽く説明していきたいと思います。送球、その精度もあるんですけど、どんだけ強い球を投げれるかという話で、僕が意識していること、僕はしっかりゴロを取る時などは取った後結構引く人がいると思うんですけど、それをしなくて取って右肩に乗せるイメージで持っていってます。その理由としては、取って右肩に持っていくことによって次の動作、右腕を引いたりする動作がすぐに行えるようになります。引いてしまうとどうしても引いてから右に持っていこうとするとなかなか後ろに腕を持っていけなくて、しっかり腕を振れないような状態で投げてしまうことがあるので、球がいかなかったり体が開いてシュートするような送球になってしまうので、しっかりボールを取ってこっちに持ち上げてきてあげて、体勢を作って投げてあげるっていうのが強いボールを投げるポイントになると思います。あとこの持ってきた後の左手の動き、これもすごい僕重要視していて、ピッチャー初めのキャッチボールとかでも相手に向けて投げなさいっていうこの動きをしっかりしています。その理由としては、相手に向けることによって送球の左右のブレも少なくなるし、体重をしっかり前に乗せる。グローブが下に行くとどうしても体重が下に入って体勢になっちゃうんで、前に体重乗せてあげるってことで指先に体重をしっかり乗せて最後投げれるようになるんで、しっかり持ってきてあげて最後左手を向けて投げるっ
それがレーザービームに近づける一歩かなと思います。実際にやってみるんで見てください。はいよっ、わーしゃー、はいよっ、わーいっそはい、皆さん、僕のレーザービームどうでしたか。ポイント4つしっかりやってもらって、特に4つ目やってもらえば誰でもレーザービーム出せます。ということで、今回センターの守備編やりました。本当に基礎の基礎なんで、また応用編が見たいって方はコメント欄にコメントしてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!